ご視聴ありがとうございます。今回は開業24年で大変化を迎えるあの駅の今に迫ります。奇抜なデザインが注目される一方、周りにほとんど何もなかった駅に待ち受けるまさかの逆転プランに注目です。私が今乗っているのは相鉄本線の下り海老名行きです。今では JR や東急と直通し、首都圏一帯に広がる直通ネットワークの一翼を担う相鉄ですが、自社の路線は本線と泉野線の2つのみで、関東の大手私鉄としては小規模な路線です。次の駅が両線が分岐する二俣川駅。ここで列車を降り、泉野線の列車に乗り換えます。私が乗っていた列車は10両編成なのに対し、あちらは2両少ない8両編成。これは相鉄に8両と10両が混在しているためで、本線と泉野線の差というわけではありません。とはいえ、本線の下り方面に向かう列車に比べ、泉野線の下り列車の乗客は格段に減り、座席も結構ガラガラです。そして終点まで沿線に住宅が多い本線とは異なり、泉野線はのどかな景色が目立ちます。春には桜の名所として知られる弥生台駅や路線名の由来、泉野駅を発車です。のどかな景色と乗客がいなくなった最後尾の車両を眺めていると、次が目的の駅です。まもなく夢ヶ丘です。今回の目的地が夢ヶ丘駅。泉野線の終点湘南台駅の一つ手前の駅です。この駅はホームの両側に線路がある島式と呼ばれる構造です。そして足元の点字ブロックが継ぎはぎだらけなことより気になるのが、前方にある奇抜なデザインの構造物です。この構造物はホームの中ほどにあり、長さは全体で130メートル、6.5 両分にあたります。なお、両端の10メートルずつは鉄骨の骨組みだけで、それ以外の110メートル、5.5 両分は骨組みの上に屋根が張られ、雨風をしのげます。曲線状の鉄骨が高架橋全体を包み、ホーム上には支柱がありません。側面の部材も透明なパネルで、宇宙船の中にいるような感覚です。階段の手前にある案内板の上にも、穴の開いた鉄骨の部材が、構造的な必然性はなさそうなので、あえてこうしたデザインにしているようです。トイレのマークが隠されているのが気になりますが、それは一旦置いといて。一方階段の上には、大掛かりな櫓が、エスカレーターなどの設備を増設するのかと思いきや、そういうわけではありません。足場の左奥には、上に上がるための階段があります。この足場、鉄骨や透明パネルを清掃するために組まれたのでしょうか。足場の裏側にはエレベーターもあります。この外装にもまたさっきと同じ黄色い鉄骨がついています。ところでエレベーターの前にはこんな張り紙があります。8なのに危ないとはなかなかシャレが利い、さらに下り寄りへ進みます。この辺りがホーム幅が一番広く大きめのベンチが並びます。一方、ここから先の構造はエレベーターとエスカレーターの有無を除き、上り寄りとそれほど変わりません。一番端まで行く前に、一般の鉄道駅ではまず見られない奇抜な駅舎を有する、この駅の歴史をご紹介します。夢ヶ丘駅が開業したのは、1999年3月。隣の湘南台駅と同じく、相鉄で最も新しい駅です。そしてこの泉野線は、1976年に、第1期区間である泉野駅までが開業した路線です。その後、沿線の開発のために延伸が決まり、実に14年後の1990年、隣の泉中央駅まで延伸されました。その9年後に湘南台までが開業し、24年かけて全通しています。この路線はもともと、神奈川東部方面線という、より広大な路線網の一翼を担う構想でしたが、未成線に終わった区間も多いです。湘南台から先、平塚までの免許は今でも相鉄が持っていますが、着工のめどは立っていません。一方、神奈川東部方面線のうち、西谷駅から分岐して JR や東急とつなぐ路線が後に開通し、利便性向上につながっています。そして泉野線の沿線には、もともと山林だったところも多く、沿線にニュータウンを作って販売し、建設費を回収することが期待されていました。実際途中駅の周辺には規模の差はあるものの住宅地が造成されています。
また、泉の線自体が丘陵地帯を突っ切って建設されたため、路線全体にトンネルが多い一方、これらのトンネルには山岳トンネルとは呼べないものも多く、真上に住宅や遊歩道が載っているものもあります。こうした線形のため、泉の線には踏切がありません。一方、宅地開発の例外が、この夢ヶ丘駅です。この駅はもともと、地名と同じ下飯田駅となる予定でしたが、夢のある街になることを願って、夢ヶ丘と名付けられました。駅開業の5ヶ月余り後には、同じく延伸された横浜市営地下鉄の駅が開業。こちらはそのまま、下飯田駅とされました。両駅は直線距離で300メートルも離れていませんが、乗り換え駅とはなっていません。そして夢ヶ丘駅は、辺り一帯が市街化調整区域に指定されていたため、まとまった開発が行われませんでした。市街化調整区域とは、乱開発などを抑制するために自治体が指定する区域で、一部の例外を除き、原則として建物を建てられません。以前別の動画でご紹介した名鉄知多新線では、オイルショックなどの影響で建設に時間がかかり、その間に沿線一帯が市街化調整区域に指定され、大規模開発で建設費を回収するプランが実現できなくなりました。宅地開発などのために海沿いを避けたルートとしたため、観光路線としての集客にも限界があり、今では路線の存続に暗雲が立ち込めています。泉の線はそこまでのピンチではありませんが、知多新線と同じで建設費は回収できていないらしく、プラスアルファの加算運賃は今でも残っています。この緑園都市駅は当初、ホーム2つ、線路4本という、泉の駅と同じ構造にすることを見込んでいましたが、需要がそれほど伸びなかったため、計画は見送られています。ホームの横に余ったスペースや、植え込みや庭園として利用されているところがあり、下り寄りでは保線用車両の出入りのための線路があります。また、泉の駅では、日中はすべての列車が各駅に止まるため、待ち合わせなどはありません。沿線が思うように発展しなかったのがわかりますが、中でも夢ヶ丘駅の錆びれ具合は目立っており、2019年度の乗降客数は、1日平均で2200人余り。これは相鉄ではダントツの最下位で、下から2番目の平沼橋の4分の1にも及びません。なお、平沼橋は隣の横浜から徒歩圏にあるのに対し、夢ヶ丘は両隣とキロ単位で離れています。一方、近くにある横浜市営地下鉄下飯田駅の乗降客数は、1日平均で6600人ほどです。夢ヶ丘駅も直通ネットワークに組み込まれ、遠距離列車もあるものの、ラッシュ時でも本数は少なめです。なお、特急や通勤特急は速達性重視のため、泉の線内では泉のにしか止まりません。ちなみに、上り寄りの泉中央駅との間には、在来鉄道では日本初となる、ニール線ローゼ橋という橋が採用されています。優美な外観が特徴ですが、橋の横には相鉄の古いマークが残っているなど、時代の経過が感じられるアイテムです。相鉄で最も閑散とした駅ですが、今年7月にはホームドアが稼働し、安全性が大幅に向上しています。渋い銀色は、ブランドイメージと認知度向上のために相鉄が進める、デザインブランドアッププロジェクトの一環です。屋根の部材も、以前は鉄骨部分が水色で塗装されていましたが、少し落ち着いた色合いに変更されているのも、その兼ね合いでしょうか。また、ホームドアの動作に必要な装置が、ホームの端にあります。このセンサーで車両の位置を読み取り、ドアを開けて良いかを判別します。ホームドアの設置に伴い、点字ブロックが追加されたり、貼り直されたりしていますね。一方、ホーム上には、こんなものが。ここに映っている1万系は今でも現役ですが、カラーリングが変更され、このデザインの車両は残っていません。先頭部の相鉄ロゴも、位置は同じですがデザインが変わっています。ホームの下り寄りの様子がこちら。東急東横線直通の10両編成がやってきました。一般的な架線は上下1本ずつなのに対し、この辺りは合計3本あり、高速走行に適したものです。泉の線の運転最高速度は時速100キロですが、線路のスペック自体は高く、最高時速120キロで走れる設備があるそうです。なお、下り寄りでは線路が外側に分岐し、保守用車両を止めるのに使われているようです。ここで、駅の外に出ます。市街化調整区域のはずなのに、駅の西側には普通にマンションが建っています。下の改札階に降ります。トイレは以前は右奥にあったのですが、今は仮囲いで塞がれ、
手前に仮設トイレのみがあります。車椅子トイレは仮設のものもなく、案内板で隠されていたのはそれが理由です。なお、向かって右にはもともと改札はなく、この駅の改札は左の1カ所だけです。改札の右には、JR 線直通用に製造された車両、相鉄2万系のパネルが、行き先の希望が丘は相鉄線に実在する駅で、夢と希望という縁起の良い組み合わせから、夢希望切符と称した切符が販売されているほか、関連グッズなども目白押しです。ちなみに両駅とも特急通過駅です。そしてパネルの後ろには、関東の駅100選認定駅のプレートがあります。その印象的なデザインから、映画や CM の撮影にも多く使われてきました。改札の上には、液晶タイプの発車案内表示器が、小さな駅ですが、一定の設備投資がなされています。改札を出ます。正面左右や奥の突き当たりには、仮囲いが目立ちます。また、駅正面の車道には、侵入防止のバリケードが置かれています。先ほど見えていた建物などを除き、駅のこちら側は空き地が目立ちます。一方、この空き地の奥では、フェンスの向こうの地面がくぼんでいる場所があります。これは雨水を溜めるための池で、看板は新しく、作られてそれほど経っていないようです。市街化調整区域の割に、ちょっとずつ造成が進んでいる感じがしますが、その本業は駅の反対側、クレーンが大量に立っている南東側の方です。高架橋をくぐって反対側に出ると、道路の左右でクレーンが動き、建物の建設が進んでいます。そう、夢が丘駅周辺の市街化調整区域の指定は、すでに解除されています。2014年、駅周辺の市街化調整区域を、建物の建設などが容易な市街化区域へ編入することなどを盛り込んだ都市計画決定がなされました。このうち、下飯田駅と挟まれた場所では、商業施設や病院の建設が進んでいます。商業施設は6階建ての建物が3つで、延べ面積は8万8000平方メートル余り。去年10月に着工しており、来年春の開業予定です。およそ170のお店が入る構想で、スーパーや専門店のほか、映画館や屋上公園などを設けることが計画されているそうです。一方、病院は地上5階、地下2階で、延べ面積は9000平方メートル強で、夢が丘病院という仮名称がついています。また、先ほど私が通った道路のように、新たな道路の整備が進んでいます。下飯田駅の隣には駅前広場が作られる予定で、辺り一帯の交通機能が強化されます。一連の開発に合わせて駅自体も改修され、商業施設に面した南東側に新たな改札ができます。この改札は IC カード専用となる予定で、もちろん商業施設に直接行けます。改修工事が進んでいたのはそれとの兼ね合いであり、コンコースは従来の 1.5 倍近くに広がります。一方、券売機周辺は赤を基調とした派手なデザインですが、先ほど触れたデザインブランドアッププロジェクトにおいては、駅の基本になる素材として、レンガと鉄、ガラスの3つが挙げられています。駅の改修に伴い、外装にはレンガが貼り付けられる予定です。そして、相鉄の駅としてはかなり奇抜なデザインである、あの屋根の周りがどうなるのかも見逃せないところです。一連の再開発事業、土地区画整理事業には109億円の費用が見込まれています。期間は2014年度から2024年度の予定で、ほぼ最終段階にまで来ています。高架橋のすぐ横では、草の生えた盛り土がショベルカーで切り崩されているなど、工程には意外と余裕がないようにも見えます。工事は急ピッチで進んでおり、あと1年足らずで、この駅と街は大きく変わります。ご視聴ありがとうございました。